どうもペロンです。今回は R タイプファイナル2で新たに開発可能になった機体を紹介したいと思います。今回ご紹介する機体はナンバー 49OF1 ダイダロスですね。ダイダロスはエクリプスの直径機のため速度変化に伴う可変機構を内蔵しており、その際に発生する余剰エネルギーをバックファイアとして放ち攻撃に使用することが可能になっています。またダイダロスから始まる OF シリーズはフォースの見た目も多彩で、能力ごとにフォースの見た目が変化するのも非常に面白い点ですね。そして最も特徴的なのは OF シリーズのみに搭載されるポッドユニットという攻撃支援ユニットが組み込まれている点だと思います。ダイダロスはレッドポッドとその過程で作成されたブルーポッドの2種類から選んで搭載可能ですが、誘導次第で全ての方向を攻撃可能なレッドポッドと攻撃方法が右方向に固定されたブルーポッドを OF フォースのレーザーとの組み合わせを変更することで多彩な戦術を組むことが可能になっています。赤のドリルレーザーは2本の強力なレーザーを水平方向に発射します。癖がなく扱いやすいレーザーですが、攻撃範囲が少し狭いため正確に狙いをつける必要がありますね。ドリルレーザー単体だとバイドの数が多すぎる場合はさばききれなくなることもあるので、ポッドユニットとの組み合わせが重要だと思います。組み合わせるポットは無難にレッドポットでもいいですが、弾を発射する方向が固定になっているブルーポットと組み合わせると安定して広い範囲に弾幕を張ることができるため、ポットを変更すると印象がガラッと変わって面白いですね。青の V バルカンは斜め方向にエネルギー弾を連射します。長弾はしないため使い方は着弾分散レーザーと似たような感じになりますが、レーザーが分散して飛んでいくのでそこまで神経質にならなくても当てやすくなっていますね。その代わり一発ごとの破壊力はそれほど高くないため、硬いバイドに対しては連射速度の上昇を狙って接近して戦うなど、それなりにテクニックが必要なレーザーだと思います。レーザーの性質上1箇所にとどまり続けることは少ないため、どちらかといえば全ての方向を攻撃可能なレッドポットとの相性が良さそうですね。黄色のサイドレーザーは上下方向にレーザーを発射します。破壊力はまあまあですが、機体全体で突っ込む必要があるためテクニックもそれなりに要求される扱いづらい装備ですね。個人的にはポッドユニットの使い方次第で全く違う運用ができる面白い装備だと思います。全ての方向を攻撃可能なレッドポットはプレイヤーのテクニック次第で発揮される力に差が出やすいですが、攻撃が右方向に固定されたブルーポットと上下方向を攻撃可能なサイドレーザーを装備し、後ろはバックファイアで処理すればダイダロスの多彩な装備をフル活用し、上下左右のバイド全てを処理可能な広範囲弾幕型の戦闘スタイルで遊ぶこともできるため、戦術を練ってから使うと印象がだいぶ変わるんじゃないかと思います。次にフォースを切り離した後の状態についてですが、基本的には無能力の体当たりのみで弾を発射することもできませんが、ポッドユニットを装備するとポッドユニットも体当たり攻撃を行うようになります。しかしサイドビットのように縦横無尽に動き回る高性能装備ではないため、これ自体はほとんど使うことはないと思います。ミサイルは爆雷、追尾ミサイルの2種類から選ぶことができますが、この2択なら追尾ミサイルが無難だと思います。波動砲はスタンダード波動砲試作型が搭載されていますが、1段階のチャージが限界のため破壊力は高くないですね。ポッドユニットも波動砲による攻撃との連動はしないため、あまり期待できる装備ではないと思います。まあ2段階目のチャージに入るとなぜか弱体化する拡散波動砲試作型よりはマシかもしれませんね。ダイダロスは速度に伴う可変機構や能力ごとに変形する OF フォースを搭載している見た目でも楽しませてくれる機体ですが、その攻撃方法は多彩で戦術を練るのが非常に楽しい機体なので、まだ開発していない方は開発して遊んでみてはいかがでしょうか。おすすめの戦術なんかがあればコメントで教えてくださいね。では最後までご視聴ありがとうございました。またね。